極真会館浜井派の浜井美香です。今日はピンアン3をやっていきます。ピンアン3のポイントは180度回転と騎馬立ちです。180度回転とは正面から真後ろに向く動きになります。例えば号令で言うと最初の1から6、あとは号令9から10、最後の号令ですね。でそこが重要になってきますので、足の位置を意識してください。でもう一つは騎馬立ちです。ピンアンさんのすごく映えるところは全部ほとんど騎馬立ちの立ち方になってきます。ジャンプをした後も騎馬立ちですし、蹴り、上段蹴りを蹴った後のも騎馬立ちになってきます。で騎馬立ちがふにゃふにゃしていると全体的にふにゃふにゃした方に見えますので、ここの騎馬立ちをきちっとできるように意識してみてください。じゃあ頑張りましょう。押す。はい、じゃあまずは最初のポイントからやっていきます。号令1から6になりますね。で、最初はまず最初の立ち方から後屈立ちになっていきます。で、他の方でも伝えてますけれども、まず1の時にちゃんとこの後ろ足のつま先が45度を向いているかどうか、ここが大事です。結構ですね、皆さんやっぱ真横に向いてるんですけど、この時この足がそのまま動かずに、真正面向いたまま後屈立ちしている方が多いです。なので同時にこの足を動かします。で、ここで内受けですね。内受けから結び立ちになって内受け下段前で、その後ここ難しいんですけども、足をこっち、右足を後ろに持っていって内受けをやりながら後屈立ちですね。この時も足が斜め45度に向くようにします。そして内受け下段前で、この時に180度、移動しますから、この時ちゃんと足をここからつま先を斜めまで向けれるかどうか、この180度回転を意識してください。で、あとはもう一つのポイントは手です。内受け下段払いなんですけど、これ結構間違えて覚えてる人が多いです。ちょっと見てみてくださいね。これ間違ってるの分かりますか？内受け下段払いは今こっちの手が内側に入りました。次はこっちの手が内側に入ります。交互に手が交互になります。なのですが、結構ずっと同じ手が内に入っている人が多いです。なので内受け下段払いを正確にここはやってください。とても難しいですよ。結び立ちから後屈立ちで、肩全般に言えることなんですけど、もうここの時点で足がどこに行くかどうかをもう想像してください。前もって次の動きをイメージしながら動く。いざやるときになって、あれどこだったかなってなってると遅いです。やっぱり先にこの時点で大体この辺かなっていうのを意識してやる。それを繰り返していくと意識しなくても正確な場所に足が置けるようになります。まずそこを意識してください。はい、次のポイントは、号令9番ですね。もろ手受けをして、抜き手、ここから騎馬立ちになります。ここからの騎馬立ち、これが非常に難しいです。以前も伝えましたけど、前屈立ちはバランスをちゃんと固定するために肩幅になっていると伝えましたけど、騎馬立ちはあえて一直線になってるんですよね、縦から見ると。なので今回は抜き手をやった後に、ここから一直線、この足の真ん前に持ってきて鉄椎をします。この足がどうしてもこっちに行ったりあっちに行っ
正面を見定めてここに持ってくる、そして体重をまたこっちもですね、左に寄ったり右に寄ったりしないで真ん中に置いて、これ突きじゃないですよ、鉄椎ですね。鉄椎をトンと打ちます。ここやっぱりバランスがすごく重要になってきますので気をつけましょう。次は号令2から7の部分です。2から7は、結び立ちになって前蹴り、騎馬立ち、肘で受けて裏剣、これが3回続く場所です。でまず手からやっていきましょう。手なんですけども、まず腰の横に置きます。でこの時に蹴りますが手が離れる人が多いです。足に集中してしまって手が離れますから、こうきちっとつけたまま蹴って、その後肘でちょっと受けて裏剣ですね。でよくありがちなのが、この裏剣をやりすぎる人が多いです。裏剣やりすぎってどういうことかというと、この腰のところまで持ってきている人が多いと思います。ここまでやる必要はありません。あまりやりすぎると体重がこっち打つ方向に寄ってしまって騎馬立ちがずれたり、あとは上半身も持ってかれたりします。こことても難しいところですよね。強く打てば打つ方が強く打った方がいいんですよ。もちろん強く打とう、スピードを出そうと思うと体がぶれやすいです。なのでここの手は、この肩ぐらいまでですかね、ここぐらいまでを意識してください。そしてきちっと打った後にここに戻してくる。手に体重を持ってかれないように注意しましょう。そして次は足です。足で伝えていることは他の部分とほぼ同じです。結び立ちから前蹴りを蹴って騎馬立ち、ここも一直線になります。前に後ろに体がぶれやすいです。ですからここもぶれないような足腰を作りましょう。で足なんですけど、蹴り、高い方がかっこいいですよね。ただ高く蹴ろうとするとどうしても体が曲がってしまう人が多いので、まず最初は高く蹴るよりも姿勢を保ったまま正確に蹴るということを意識してください。まず腰の高さぐらいでいいと思います。で何回もこういう結び立ちに戻る動作を繰り返して、そして騎馬立ちの時に体重を落とす。ここでドンっていう音が出ると映えます。ピンアンさんのとても目立つところですね。やっぱり空手はですね、体重をドンと下に落とす。やっぱりこうやって受けやることもこのままだとかっこ悪いですね。体重をこうグッと地に足をつけるっていうことが重要になってきますから、体重を落とすというのを意識してください。次は号令9から10です。最後の後ろを向いて前屈立ちになりますね。ここはですね、足の動きがとても複雑なのでちょっと復習してみましょう。まず後ろの足を、右足ですねを左足にくっつけます。そして騎馬立ち、右足を騎馬立ちの距離に持ってきて、こっちの左足をまた同じ距離に持ってきます。ここは動きがかなり複雑です。右足をくっつけて離す。そして同じ距離に持っていく。そして最後ですね。最後はジャンプしますね。これはピンアン3からジャンプが出てきます。この時のジャンプの足の持ってき方なんですけども、こっちの足の裏をここにつけます。で次はこっちつけたらこっちの足を膝のとこつける。そして騎馬立ち。こういうジャンプですね。
先生によっては後ろに蹴ってる人、ね、2パターンあります。ただ共通していることは、降りた時の牙立ちの体重がきちんとまっすぐになっているということですね。よくありがちなのがこういうふうに前屈立ちみたいになります、ね、ここは気をつけましょう。次は手ですね。手はですね、ここからここは肘打ちと突き、ね、後ろの人というイメージです。ですからきちんとここ引いて打つ、ちゃんと攻撃ですね。攻撃しているということを意識してください。で、同じようにここ強くやりすぎると体持ってかれますから、足は固定したままつきます。特にここがですね、やっぱり開いているととてもかっこいいです。で、ここを意識してみてください。ピンアンその3、用意。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、直れ、休め、ピンアンその3、用意。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、直れ、休め。はい、今日はピンアン3をやってきました。はい、特にやっぱり足の運びが難しかったですよね。ここはもう何度も同じ部分を見て練習してみてください。もう一つは牙立ちです。牙立ちの練習方法なんですけれども、1分間だけでいいので、正しい牙立ちのまま腰を落としてずっと止まってみてください。だいたい40秒ぐらいできつくなってきます。この足腰を作れると肩の時も牙立ちがしっかりしてきますから、とても辛い稽古ですけれども繰り返しやってみてください。じゃあここで今日は終わりです。チャンネル登録お願いします。おっす。